じゃあまず肩の動きがどれだけできるか見たいんですけど、大体横です。横です。このぐらいな感じです。水が溜まってるっていうのは炎症がある結果としてあるわけなんで、これ注射するんですけど、この辺からこう針が刺さって、この辺にねこうお薬が行き渡る姿が見えると思います。ドキドキする。こんにちは、空手家工芸です。今日は東京都の世田谷区にある、高野整形外科に、来ているんですが、実は2ヶ月以上前に特殊なパンチの練習で威力アップを図っていたら、ちょっと左肩は通常ありえないちょっと強烈な負荷をかけてしまい、その時に左肩を痛めて、MRI 検査の結果、ちょっと極上筋の部分断裂と、関節筋の損傷という診断をされてしまいまして、その後ちょっと、2ヶ月以上この動作制限をしてリハビリにも通ってるんですが、2ヶ月経っても肩の可動域が変わらず、ちょっと今も動かすと強烈に痛みが出たりするので、現在ちょっと組み手はもちろん基本稽古の手技さえまともにできない状態になっています。そこでちょっと今回ですね、黒帯を取得するほどフルコンタクト空手に、精通していて、スポーツ整形として、非常に治療の評判が高い高野整形外科の先生にちょっと見ていただくために東京まで来ました。普通にこの腕が上がるとかじゃなくて、空手を元のようにできるようになれるのかとか、組み手ができるレベルまで回復できるのかとか、そういうことも、空手を知っているからこその先生が分かる部分までちょっと詳しく聞いていきたいなと思います。すいません。高野先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フルコンタクトからでも黒帯も取得されて、なかなかですね、整形外科医で黒帯取得されるぐらいフルコンタクトからでやってる方っていらっしゃらないので、僕もちょっとそれもあって今回東京まで来て見ていただく価値があると思って来させていただいたんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単な経歴。そうですね。はい。私は最初慈恵医大というところを出まして、でその後いろんな病院を回り、約12年前にこの高野整形外科を開業しました。でまた空手の方は、実は大人になってからなんですね。子供がやりたいっていうのを機にまた僕ももともとやりたいとなったので、約10年前に空手を始め、で今子供たちはやめ、僕だけ頑張ってるようなそんな状況です。壮年部あるあるみたいな。そうなるほどですね。そんな感じです。今日はすみません、突然なんですけど、ちょっとやらかしまして、診断の方よろしくお願いします。わかりました。よろしくお願いします。じゃあすみません、お願いします。はい、すみません、お願いします。では、今回、何でどうやって痛めたかっていうのを知りたいんですけども。そうですよね。これですね、実はちょっとコラボがきっかけで相手が受けられない下突きっていうのをちょっと凝ってやってて、でちょっとこういう状態でパンチを打ってたんですけど、これ一人練習の時に、正直これで最初打ち始めた時、今までこんなパンチ打ってなかったんで、威力がうまく出ないなと思って、でもっと威力上げようと思って、ちょっとここの筋肉をどうやってうまく使うと威力上がるんだろうって最初ミットで練習してたんですけど、で一人の時にもうちょっとやったらどうしたら威力上がるんだろうと思って、ここの身長発射とかうまく連動を使ってパーンってやってたら、すげえ威力上がってきたなと思って、でバチンって打ち抜いてたら、ここをバーンってやった時にこの大胸筋が支点になって、この肩がこっちにグンっていく時にこっちにバンとなんかやっちゃったみたいで、ミットを叩いたわけじゃなくても、そうですね、ミットやってる時はそんなのなかったんですけど、フルパワーで一人でパンパンって空打ちやってる時に、なんか変な感じしたなぐらいな、最初そんな感じだったんですけど、2、3回それで、なんか変な感じしたけど、普通大丈夫だわと思ってバーンって2、3回やった時に、あれなんかちょっとおかしいかもみたいなのから始まって、でその日の後にちょっと組み手してる時に、先輩が押さえてきた手をパーンって払った瞬間にケッってなって、そこでとどめさせちゃったみたいな。そうですね。でそ
から、まあ、正直その後も普通に組み手続けてたんですよ。なんか痛いけど3分ぐらいしたら腕動くようになってきて、あ、いけるかなと思って組み手続けてて、でその後も実はちょっとの間は組み手続けて練習もやってたんですけど、痛いなと思いつつやってたんですよね。そしたらなんかやっぱり組み手の最中とかで押さえたりとか腕伸ばした状態でポンなんかやったりした時にガンってなって、また 2,3 分腕が動かなくなってっていうのを実は数回繰り返しちゃって、で正直この痛めて痛ってなってから1ヶ月ぐらい普通に練習をやっちゃってたんです。続けてた。そうなんです。で時間が経っても全然痛みが落ち着いてこないどころか、痛みなんならちょっとひどくなってきて腕動かなくなってきたぞってなって病院に受診したら、そういう状態だったっていう感じの順番です。分かりました。よし、じゃあちょっとね肩の具合を見たいんですけども、じゃあまずこちら向いてもらっていいですかね。それで、じゃあまず肩の動きがどれだけできるか見たいんですけど、まず正面にじゃあちょっとまあ簡単でこっちだけでいいんですけど、でこのままの状態で今どこまで上がります？今すぐです。まあ無理のない感じで。この辺までですね。この辺ぐらいちょっと痛みが。じゃあですね、今度はじゃあ手下げていただいて、じゃあこの状態から横です。横です。このぐらいな感じです。で今度肘曲げます。でこの肘を支点にこうちょっと広げていくのは、これも途中で怖いんですよね。もうちょっとどうしようかな、この辺そうですかね、やめとこうかなって感じですね。OK、いいですよ。じゃあね、向こう側向いてください。じゃあまずここって手届きます？左手で。はい、左手で。手の甲でいいですけど、いや無理はしなくていいですよ。無理はしないで。いや厳しいですね。痛いですね。厳しいですね。わかりました。よし、じゃあまたこちら向いていただいて。でこう腕ぐーって引っ張られるのって怖い感じします？それは全然ない。その方向は大丈夫。この方向は大丈夫ですね。これも大丈夫ですね。オッケーオッケー。よし。では、じゃあねちょっと肩をこのね超音波でねちょっと見てみます。これは脱いでいただいて。これはもうちょっと見せたくない。そうなんですよ。もう3ヶ月ぐらい上半身のトレーニングできてないんで、嫁さんにもなんか最近上半身ペラペラになっちゃったねって言われて恥ずかしいんですけど。ね、最初こうしましょう。はい。それで何を見たいかというと、まずこの前ね。これ肩の模型をなんですけど、これ前から見たところなんですね。それで結構前側で痛めた場合にはこの筋ね、これね上腕二頭筋の腱なんですね。この上腕二頭筋これですけどね、この腱がこうずーっと走っていって、まずここの炎症ね、結構手を上げる系だったりとかでよくあるんで、まずそこを見てみます。そうで肩って不思議なもんで痛めてる場所が痛いとは限らないっていうか、意外にないんですよ。痛めた場所の周りが大体基本腕が多くて、あとは前が痛かったり後ろが痛かったり、でも全然違うこの辺を痛めてるということがもうほとんどなんで、いろいろちょっと見ていかないといけないですね。はい。今度は確か前の情報で棘上筋腱の部分断裂という話で、MRI 見せてもらったんですけども、なんですかね、この腱板に関しては実は MRI よりもこの超音波の方が細かに分かるんですね。そうなんですね。よく MRI で先生覚えてるか分かんないですけど、なんかこう筋肉が一部白くなってる場所ね、あれでそこに炎症起こってたりとか、なんか水があったりとかする所見なんですけど、それがあっても実は腱板切れってことはあるんですよ。で見ていただくと、じゃあこれは何を見てるかというと、よいしょ、これちょっと右側と後ろ側見た感じになっちゃいますけど、まずこの腕の骨のこの表面がこの白い線です。でこれがその棘上がこれです。ね、でもし損傷とかしてると、今これちょっとこうふっくらしてますよね。なので切れてはいないんです。でこの辺がちょっとね、この辺、場所的なこの辺です。ちょっと水溜まってるかなと思いますよね。というのは
水が溜まってるっていうのは炎症がある結果としてあるわけなんで、多分ねこの辺のね炎症だと思います。なので、ある意味俗に言う40肩50肩、あの感じとね、僕は一緒かなと思ってますね。ですね。こういうところに水溜まってるんで、なので、僕は、まずやっぱ肩って中の炎症を取らないといけないので、僕はねほとんど注射を勧めてます、ね。それをね、この辺にやろうと思うんですけども、で何を使うかというと、俗に言う、ステロイドっていう薬なんですが、よくネットとかで調べていただくと、このステロイドの注射は、ね、あんまり強いから、あんまりやらない方がいいとか、あとは、やっても3回までとか、で1回打ったら1ヶ月2ヶ月空けないといけないってあるんですけども、それって結局使い方次第で、僕はもう一般的なこの整形外科医が使う量の大体5分の1から6分の1ぐらい、すごい薄いんですよ。でも効くんです、ね。なのでそういうステロイドの副作用の心配とかもう基本的にもうないと思っていただいて、僕もこの薬で多分もう1万人ぐらい打ってると思うんですけど、もう誰一人として副作用出てないので、なので安心してちょっと受けていただいたらいいかなと思います。お願いしますね。これ後ろなんで見せていただいた MRI、では何ともなかったんですけど、簡単に言うとここをですね、ここをこうズバッと切った断面図をこっちから見てる感じで、そうするとここのまん丸い骨の表面がここですね。それでこっちの肩甲骨の受け皿のとこがここにこうなります。でもやっぱり正常じゃないですね。これがこのね関節芯と呼ばれるんですけどね、本当は綺麗に均一で見えるんですけど、やっぱねこの辺の黒い感じとか、やっぱちょっとこっちも傷んでますね少しね。よし、なので注射いきましょうか。ちょっと待ってください。関節の注射ちょっと怖いですけどね。思いのほか痛くないです。ね、思いのほかねそんな痛くないんで、もういかに病院来る回数を減らすかってやっぱ大事かなと思ってて。よしよし。でこれはですね、実は超音波見ながらやります。へえ、そう見えるんですよ、注射のやってる感じが。なのでちょっと打ちづらい、気持ちちょっと下がってもらっていいですか。そうでこれ注射するんですけど、この辺からこう針が刺さって、この辺にねこうお薬が行き渡る姿が見えると思います。ドキドキする。いいでしょう。打撲は強いんですけど、打撲以外の痛みはあんまり得意じゃない。そうです。結構空手やってる方とかですね、競馬の選手とかね、同じこと言います。注射は嫌です。注射は痛いですってね。言います。よし、じゃあちょっと消毒です。で、今心拍計つけてたらすっげえ上がって。ではちょっとチクッとします。ごめんなさい。よいしょ。よし、OK です。これが本来のステロイドの正しい使い方。そうです。これ大丈夫だね。同じ場所ですかね。ちなみに今の注射ってどういう目的の？もう簡単に言ってしまうと、この中のね炎症を取ってあげる注射なんですよね。でさっきの見かけでやっぱそこのところにこうちょっと炎症がある、見かけとこう超音波というよりも診察上の感じが一番顕著なんですけども、なのでそこの炎症をもう取るということで、それに付随してこう痛みも減っていくっていうような、そんな感じの、要は痛みを取るための最初のこのスタートダッシュのために僕よく使う注射なんですね。ちなみに回復ってどのぐらいを見込むというか。そうですね、今日見た感じではやっぱこれだけではちょっと難しいと思うんですよね。で
さっき言った硬さがやっぱりね、痛くて動かせなかった期間があるんで、だからそこをこうどうリカバーしていくかっていうところになりますから、やっぱり基本的なリハビリというか、肩のストレッチというか、ね、やっぱその辺が大事になりますよね。今なんですかね、言ってるんですけど、自重でなんですかね、こう下向いて自重でこうやってボーンってブラーンって上げるのも正直痛いんですよ。なんですかね、こうやってこうやってこんなのも別にこれで全然大丈夫なんですけど、こっちはなんかこうでも少し楽やな上がるな。上がりますよね。本当だ。でも行くな。ね。本当だ。そうか。自分で上げなきゃいけるようになってな。いや、こうやってやって、結局こっからこっちは自重じゃなくても痛くて上げれなくて、この間うち。今はちょっと待ってくださいね。今はここまでいけますね。普段よりはなんかいける、ちょっといける感じ。そうですね。これ以上いくとちょっとなんかっていう感覚はありますけど、でも、この間うちは本当下向きでこうやってダランってやってもっつってなってたんで、今はそれは大丈夫。今ぐらいだったらあれ以上いくとちょっと怖いんですけど、なんかちょっとっていうなんかビュッとされたみたいな感じはあるんですけど、ちょっと上がりましたね、これが。そうですね。やっぱり肩やっぱ硬くなってる人って、まずはやっぱこれが最初にできてで、あと残りの動きできるような感じの流れが多いんです。だからこれがまず最初にできるようになりたいんですよね。でこれ自分で上げるの痛いじゃないですか、ね、なのでどこまでできるかな、ちょっといろいろ見てみよう。90度までこれどこまでこの寝た状態で上げられます？全然いくようになりましたね。これ寝てここまで上がれました？今まで。いや無理だと思います。この間うちこのなんか90から100度でこっちにやるともうってなってたんで。今どうです？今はすみません。いけますね。結構上がりますね。そう。でもここまでいけるのはすみません。もうちょいいけるかな。ね、これで見ると結構ここまではちょっと増してるのかなと思うんですよ、注射やる以前と比べると。でこれ何をさせてるかというと、この寝てる状態だと、そもそも座っててこうやって上げるとやっぱ力使わないといけないんでやっぱ大変なんですよ。なのでこれ寝てやれば、あとこれ以上はこの自重で力抜いて自分の力使わずに持っていけるんで。これやってもらったらいいかなと。なるほど、なんならあれですもんね、こっちが収縮入るからこっちは抜けますもんね。そうです。結構そこそこ上がってますよ。要はもちろんそっちはこっちみたいにこういければ理想ってことですよね。とかあとここでペットボトルぐらいの重さでさらにこうグーッとやったら痛いかな。これで力じゃなくてその重さだけでグーって伸ばしていくぐらいな。このぐらいはできそうです。そうですね、ここまでならいけるな。いいですね。よし。これが多分一番力抜いてできるかな。なるほどですね。であとこのねストレッチのポイントとしてはやっぱ無理しちゃダメなんですよ。ね、やっぱみんな早く直したいんですよ。ね、である程度できるといやもっといこうってなるじゃないですか。これ僕はあんまり進めてなくて、なんでかというとやっぱ痛めるから、そしたらまた振り出し戻っちゃうんで、なので、やってってもちょっと痛いところっていうのはやってって痛み始めたなっていうところで10秒ぐらいこうキープして、でまたちょっと休ませてというぐらいの加減がベストだと思うので。無理しない。気合いらないです。そうですよね。気合と根性ここいらない。ただ継続力だけが必要なので。軽いゴムでなんですかね、負荷をかけるってやつ苦手なんですよね。この筋トレ感がないっていう。効いた感じがしないみたいな。でもあれってこの肩の中のインナーマッスルですよね。その肩のこの安定性に非常に大事なんで、大体そこはもうリハビリでほとんどどこでも多分やる感じあるんですけども。わかりました。なのでなんか硬さだな、あと硬さが取れればっていうそんな感じしますよね。そうか。
これ硬さ取れてきたらこっちに上げた時の痛みって徐々に弱くはなるんですかね。なります。基本的にやっぱもともとなんですかね、スポーツで痛めてもそうですし、普通の俗に四十肩五十肩、なんか何にもやってなくてもこうなっちゃったりとかしてて、でもう本当に人によってはもうこうぐらいしか上がらないとかっていう人もいっぱい来ますけども、うちはねもうほとんど治せます。人によってやっぱこうちょっと時間のね、治るあれはありますけども、まず治せますから。じゃあ今四十肩みたいな状態ってことですかね。そうです。どちらかというとそういう感じですよね。MRI で見た関節芯、上と前のところの症状は出てないので、そうもしかしたら最初あったのかもしれないですけど、でだんだん中で原因が移ってきちゃうことがあるんで、それで流れ的なまずそこもしかしたら痛めたかもしれないんですけど、そこの痛みだった、で痛かったから動かせなかった、でそこから俗に四十肩五十肩また違うところの僕がさっき注射打ったところの炎症が出て、それで硬さも出ちゃったみたいな感じで、多分変わってきてる感じかもしれないです。なるほどですね。そうなのでだからやっぱりこの MRI とか、なんですかね、画像ではやっぱり判断できないとこですよね。画像は関係のない痛みの出方してますんで。分かりましたね。ありがとうございます。今日どうしてもこのちょっと1回なんでね、そうね、ちょっとこの良くなる方の勢いづけになればいいかなと思ってちょっとやってみました。分かりました。じゃあとりあえずはあれですかね、僕がやっていかなきゃいけないのが、まずはその、インナーマッスル系と、ストレッチっていう感じですね。分かりました。であともうやっちゃいけないことはもう当たり前ですけど、痛くなるなって分かることをしない。そうなんかこの間あれなんですね、同乗生たちと目標を決めて、目標に対してどういうことをやっていこうっていうのところで話し合いの時に、僕今これ動かせないんで、とりあえず頑張って腹筋とスクワットっつっていう話をしたら、同乗生に「先生は動かないことが目標じゃないですか」って言われてそれはちょっと難しいっつってそれが一番厳しいなっつってそこですそうですね。なんかでもちょっと見本見せようと思ってやった時にはっつってなってね、そうなんですよ。なっちゃうんで、だからとりあえずやっぱり急激な速い動きですよね、がやっぱり一気にわーって来てしまうので、そう非常に今時期もどかしいところがありますけども、でも感じとしては、治るは治るねっていうのはありますね。だからそんなにもうこのままでいっちゃうかなっていう不安はもう持たなくていいかなと思うんですよね。よかった。ちょっとホッとしました。と思います。いやもうなんかこれでもうずっと治らないんだったら、もうなんか手術してもし治るんだったらもう早くとっとと手術してほしいぐらいの感じだったんで。もうごめんなさい、マジ結論言っていいですか。これ多分取れないです。そうです。いやでもよくやってたっすね、これで。そうです。これめっちゃ痛いと思います。小木さん、これはごめんなさい大胸筋と上腕骨でぶつかってそこがテコになるって、マジで意味わかんないですよじゃあおっす、今日はありがとうございました。今回僕それこそ格闘家として、見てもらったんですけど、先生のところって、先生が自身がフルコンタクト空手やってるっていうので、正直僕らからするとその格闘技を知ってる人に見てもらえるっていうのはすごい安心感があるっていうか、正直普通のところ行ってもあれなんですよね、普通の整形外科行った格闘家分かると思うんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとかと同じ扱いで回されちゃうとってなるんで、なんかそういう方とかにはすごいいいんじゃないかなと思ってるんですけど、実際そういう方って来られてるんですかね。そうですね、そもそもがこのスポーツ整形外科っていっぱいあると思うんですけども、やっぱりサッカーとか野球とかが一番多いかなっていうところなんですよね。でもやっぱりこのスポーツのその特性、やっぱり各スポーツは動きも違いますから、そこを知ってるかどうかってやっぱり大事だと思うんですよね。でそうなってくるとやっぱりなかなか格闘技やってる
ね、実際自分がやってるっていう、ドクターはそうはいないかな。本当そうなんですよ、本当にいろんな整形外科行ったんですけど、話通じないんですよ、なのでやっぱりその競技特性に合わせた、アプローチだったりとか、診断だったりとか、その後のリハビリだったりとか、やっぱ全部変わってきますので、そこは非常に大事かなと思うんですよね。なので、うちは、もちろん空手やってる方もいますし、あとは総合格闘家の方、あとはキックボクサーの方、ね、あとは近くに東京農業大学があって、そこ相撲部強いんですけど、その相撲部の方が来たりとかという、格闘技やっぱり共通する面は非常にあるので、そこを分かった上で僕もいろいろ見させてもらってるんで、ぜひその辺お困りな方いらっしゃったら、ぜひ来ていただいてね。であとうちは基本的に予約制になってますので、ホームページから予約いただいて、であと皆さん気にされるんですけど、今日先生にやったものは、全部もう保険適用内で、自費の、治療もありますけれども、基本的には僕はもう保険で内でいかに治すかっていうところで、無駄にお金はかけないでちゃんと治すってことを心がけてますので、安心してきてありがたいです。ありがとうございます。動画の概要欄の方にこちらの高野整形外科の情報とか貼らせていただいて大丈夫ですかね。大丈夫です。貼らせていただきますんで、正直フルコンタクト空手家とかで、いやここ怪我してると分かんないんだけど心配なんだけどっていう方は、ぜひ本当おすすめなんで来ていただければなと思います。じゃあ今日はありがとうございました。しまった、締めの原稿を忘れた。ちょっと噛むかもしれないですけど、隣でお願いします。やりましょう。僕のチャンネルはやっぱ覚えてないですね。毎週金曜18時に、見れば 100% 強くなれる情報を出していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからの空手家国と YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば